はい、ロードハウス到着しました。ムンダラビーラって名前かな。まあ昨日寝た場所から2、3キロしか離れてないので、まあ正直言ってすごい楽ですね。まあトイレ休憩とあとご飯休憩を取りたいと思います。10時15分ですね、現在が。なんと先ほどのロードハウスで自転車サイクリスト出会いましたね。そして方角は同じ方向ということで一緒に走行することになりました。で、彼は今前にいます。明らかに彼の方が速いですね。休憩したければ休憩すればいいし、まあ後でどうせ会うだろうみたいな感じの走り方で2人で漕いでいこうということになりましたので、まあとりあえず今日向かう目的地とかはほとんど一緒なので、まあとりあえず漕いでいきたいなと思います。今日ハエ多いっすね。これ映ってるかどうかわかんないですけど、オーストラリア走ってる時は大体こんな感じですね。しょうがない。ロブさんはもう見えなくなるぐらい先にいます。マジ早いわ。俺遅えんだな。他のサイクリストと比較しても僕は結構遅い方、それは知ってる。別に構わない。ロブさんも別に、スピードは別に合わせなくていいよって言ってるから。はい、現在時刻が4時20分。もう少しでユークラに着きそうですね。先ほど5キロの看板は通りましたので、もうちょっとすれば着くんじゃないかなっていうところまで来れてます。ただね、1時2時頃から風向きが変わってしまいまして、3時ぐらいに着くかなと思ったんですけども、まさかの1時間半遅れ。約束したロブさんがまだいるかどうか不安ですね。ね、大丈夫かな。はい、ようやく到着です。いやー疲れたね。はあ、ずいぶん綺麗なホテルの外観ですね。ね、ここだけ別格だよな。おっしゃー、ようやく着いた。はい、おはようございます。現在時刻が7時半ですね。結局昨日はですね、ユークラに泊まりました。というのも今一緒に共に行動しているロブさんがキャンプ場を先に取っててくれて、僕の横で寝ていいよみたいな感じ、テント張っていいよみたいな感じのことだったので、お言葉に甘えてユークラのキャンプ場で昨日は過ごしました。で、今日はこれからボーダービレッジというところに向かいまして、ロードハウスなんですけども、そっちの方が食料とか食材とか揃ってるっていう情報なので、とりあえずそこまで13キロあるんですけど、そこまで行って、で今日は念願の追い風なので、とりあえず100キロ以上目指して頑張って漕いでいきたいなと思います。はい、1時間足らずでボーダービレッジに到着しました。おそらくボーダービレッジだと思うんですけどね。
多分。はい。やっぱボーダーっていう名前ぐらいだからあれなのかな、入国審査とかあんのかな。そんなことないと思うんですけどもね、一応ね、かれこれクイーンズランド、ノーザンテリトリー、WA、ウエスタンオーストラリアと走ってきて、入国審査みたいなものはなかったですし、もしあるとするならば、セデューナにあるっていうのは知ってますので、多分ここ通っても多分何にもないと思うんですよね。まあ、とりあえずここに到着しましたので、何かしらのショップ等があると思います。ロードハウスなので、まあそこにとりあえず行こうかなと思います。はい、はい、やっぱり特に何もなかったですね。先ほどのあれは、まあ、後ろにあるんですけども、クオランティチェックポイントっていって、持ち物を、果物とか野菜を持ち込み規制、検査をしてる場所なんですね。それがまあサウスオーストラリアからウエスタンオーストラリアに来る人たちはここで、僕は、テドゥーナっていう町があと500キロぐらい走るとあるんですけども、そこでチェックポイントがあるって感じですね。まあそうこうしてる間にお店着きましたんで、ここでちょっと休憩です。よいしょ。はい、ボーダーブリッジで、お買い物を済まして今走ってます。ボーダーブリッジが一番品揃えがあるっていう風に言われてて、そのノーズマンから走ってきて、まあ確かに品揃えはあったんですけど、もう鬼高いっすね。もう鬼高い、もう本当に高い、もう信じらんないぐらい高い信じられない。ツナ缶が5ドル、一番ちっちゃいので500円、豆缶4ドル。いやもう信じられないほど高いですね。まあとりあえずインスタントラーメンとパンは買ったので、まあとりあえずまあ全然持つとは思いますね。まあ一番お店にあったもので安く次のロードハウスまでたどり着けるようなものを買えたので、それは良かったなと思います。でまあウエスタンオーストラリアからサウスオーストラリアにようやく変わったんですけども、道路がですね、まあこんな感じなんですけども、感覚的に狭いですね。非常に狭い。今トラック通りますけど非常に危険で、路肩も全然ないですし、さっきまで路肩結構あったのにもういきなりないですし、まあ朝見た時に確かにここがねこうなってたり、ちょっとねタイヤ弱ってるなーって、でもまだ交換しなくていいかなと思ったらパンクしましたねいやー、果てしなくまっすぐ。素晴らしいね。何が素晴らしいって追い風がすごいですね。おそらく風速、まあ、7から10ぐらいはあるんじゃないかなと思いますね。今日の平均時速20いってますから、はい、すごいですね。これが向かい風だったらと思うとちょっとゾッとしますけど、
はい、おはようございます。現在時刻が、9時半です。南オーストラリアの時刻に合わせました。で、これから、ナラボのロードハウスを目指していきたいと思います。距離がだいたい50キロ。で、今日は打って変わっての向かい風となっております。でも昨日みたいな追い風で、なんかバンバン、突風みたいな感じではないので、そんなに難しくないかな、大変ではないかなと思っています。で、バンダクリフっていうのがここから数キロ離れたところにあって、結構綺麗っていう風に、友達からも言われて、いろんな人からも言われたので、そのバンダクリフ、寄り道が本当に数キロなので、そこを寄ってから、ナラボのロードハウスへ目指していきたいなという風に思ってます。はい。行ってきましょう。もうちょっとで。バンダクリフ到着しそうですね。ただ道がすっごい石がすごいロッキーって言うんですけど、めっちゃロッキーとラフロードですね、マジで。やばい、うわ、めっちゃ半端ね片手運転でやるもんじゃなかったな、ここは。よいしょ、頑張れ。もうちょっと。はい、バンダクリフ到着しました。いやー、怖え。いや、綺麗だけど怖いね。ちょっと慎重に歩かないとだよ。うわ、マジこれすごいな。すごい。確かに寄る価値はありそうだね。1キロ2キロでこんなところ来れるんだしね。うわ、すげえな。怖っ。近くで歩けないよ。よし、とりあえず楽しんだんで出発します。いやー、追い風から向かい風に変わるとしんどいわとりあえずあと 2,3 キロ走ればレストエリア出てくるので、ここで休憩したいと思います。はい、ようやく着きました。ナラボロードハウス。着いたからといってなんか特別なんかあるようには感じないですけどね。おそらく普通のロードハウスかな。ここらで一旦休憩してって感じかなね。いや、遅くなっちゃったね。ロブさんいるかねはい、ハロー。ロブさんいるね。自転車ある。はい、到着しました。ナラボロードハウス。はい、現在時刻が、5時頃かな。はい。ナラボのロードハウスを出発して、かれこれ1時間半ぐらいは、経って、今は寝床先に向かってるって最中ですかね。ロブさんとは一旦お別れで、ロブさんは、ロードハウスにいてちょっと長いこと休憩しています。あと6キロのところで終わるか16キロのところまで行くかっていう感じですね。まだ
全然明るいのでね、太陽もあの位置ですし、まあ行けるとこまで行きたいなと思います。16キロ漕げば今日90キロ走れるので、まあ向かい風ないしは横風で90キロ走れれば御の字かなと思うので、まあ今日は16キロ先のキャンプサイト、なんか誰かが見つけてる野宿スポットがあるっぽいので、そこまで向かいたいと思います。はい、この辺がなんか今6時50分ですね。あ、何にもない感じだ。あ、キャンプサイト的なところがこの辺にあった。大丈夫かなって思ったんですけども、確実にキャンパーの人いらっしゃいますね。あ、よかったよかった。あ、結構いいキャンプサイトっぽいよ。あ、よかった。ちょっと不安だったんだよね、本当にあんのかどうか。あ、いいじゃんいいじゃん、全然いいじゃん。なんかレビューもなかったのでちょっと不安だったんですよね。あ、ベンチもあるじゃないですかね。やったね。やっぴー。ちょっと周り見て、どこにテントを張るか決めたいと思います。はい、お疲れ様です。現在時刻が、7時25分ですね。はい。まあ7時25分でもこんなに明るいんですけども、まあ日が伸びたっていうのと、あと南オーストラリアの時間使ってるので、まあちょっと長く感じてるのかなって感じですかね。別にそんなサボってないんですけどね。今日もう7時間か8時間ぐらい超えてると思うので、ちょっと確認しましょうか。何時間超えてるのかな今日。7時間半超えてますね。で距離が90キロ超えてるので、別にサボってないんですよねちょっとナラボーについてお話しすると、西オーストラリアの方、まあ要するにノーズマンから、サウスオーストラリアのボーダービレッジですねまでのナラボーはもう路肩が結構幅広く取ってあって、で道路幅も結構広く取られてたんで結構快適だったんですよね。なのでこれがナラボー厳しいっていうチャレンジロードなのかみたいな感じの風に思ってたんですけども、そのボーダービレッジ過ぎてからのナラボーはというと、もうまず路肩が死んでる、もうとんでもない、もう砂利道で結果僕一回落車しましてね、こんな感じになっちゃったんですね。はい、とんでもない横風が吹いて、でそのまま煽られて路肩の方に、その時33キロぐらいスピード出てたので入って、もうそのままガシャーンって足血まみれになりましたねちょっとびっくりしましたけどね。まあでそれぐらいもう路肩が死んでて、で道路幅もめちゃくちゃ狭いんですよね。いつか写真撮れたらいいなと思うんですけども、そのトラックが2台こうすれ違う時にですね、トラックがすれ違う時に明らかに両方脇出てるんですよねもう路肩に行っちゃってるんですよ、2台ともが。っていうぐらい、まず道路幅も狭いし路肩も全然ダメ、サウスオーストラリアの方は南オーストラリアの方は。なのでこの辺に来てようやくナラボーってしんどいな、大変だなっていう風にちょっと思ってきましたね。何がしんどいってやっぱりトラックと戦う直線約1000キロっていうのがなんかナラボーの大変なところかなっていう風にちょっと思いますね。で僕はもうかれこれ走ってて約1週間ぐらい走ったのかな。で260キロでセドゥーナっていうナラボーの終わりの最初の町に着きます。あと残り260キロです。明日結構な追い風です。はい。で明後日も結構な追い風です。なので2日で終わると思います。明日明後日で。はい。それぐらいのところまで来れましたし、まあ多分できるだろうなとは思っているので、まあ引き続きトラックに気をつけて、車に気をつけて安全に走行していきたいなというふうに思います。ナラボーの一番大変なところは僕はスーパーかなと思いますね。
食料が全然手に入らない、全く手に入らない、僕が欲しいものが。でレストランに行けばハンバーガーなんていうのは18ドル20ドル、安くて123ドルっていうぐらい、もう壊滅状態で、食料レストランも僕からしたらですよ、車やトラックの人たちにとっては最高のおもてなしだと思うんですけど、僕からしたら高いし、であんまりそういったもの食べたくないなーって、できれば自分で調理したいなーって、ねえしんどいっすね。ならもう食材が手に入らないっていうのは本当にしんどい。ひとまずもう少しで奈良も終えることができるので、とりあえずもう2日頑張っていきたいと思います。今日はもう早めに終わったので、この後ご飯食べて、本でも読んで寝ようかなと思いますので、ではまた明日。